はい、皆様こんにちは。本日はですね、以前からお話ししておりました、所有している中華アクションカメラの方が増えすぎてしまってですね、それの、整理をしようということで、何を手元に残して何を手放すかというような形で、お話ししてきていたことがあったんですけれども、そちらの方がですね、ようやっと決まりましたので、ちょっと今回お話の方をしてみようかなというふうに思っております。で、現在所有しているカメラというのがですね、XTU Max Pro、XTU S6、XTU S3、XTU S2、E テクノロジー E4K、クロスツアー CT9500 進化版、サフォーラ SF530 プロ、アペックスカム X60 プロ、エイプマン A80、ビクチャー AC900 進化版、以上合計10台なんですよね。で、さすがにですね、体は一つしかありませんし、カメラ10台持っていてもですね、使わないものもあれば、好んで使うものもありますので、ちょっとこの辺でですね、一度カメラの台数の方を整理していこうかなというふうに考えておりました。で、どのように選別しようかなというふうに考えていたんですけれども、その方法というのがですね、まず撮影するカメラのですね、気になっているところといいますか、気にするところといいますか、重要視している部分ですね。という項目の方をまずピックアップいたしまして、その項目に点数をつけていこうと。採点形式でですね、得点順に手元に残していく機種を決めていこうというふうに思いました。で、まずですね、項目と言いますのは、4K の精細感、あと手ブレ補正、視野角、外部マイク、外部マイクを使用しつつ給電ができるかの5項目なんですよね。で、点数の付け方なんですけれども、まず0がですね、これは使えませんということと、次に1、こちらの方のポイントが、使える。と言いますか、普通に使えるということですね。で、次2ポイント。こちらの方は良いという判断ですね。で、全部で合計この0、1、2のポイントの方をつけていきまして、手元に残すカメラの方を決めていこうと思ったんですよね。で、人によってはですね、なんていうんですね、重要視する部分というのは変わってくると思うんですけれども、あと項目もですね、私は5項目、その 4K の精細感ですとか手ブレ補正といったような5項目を重要視しているところなんですけれども、人によってはですね、この項目内容というのは変わると思いますので、これはあくまでも私に関してということなんですよね。で、特にモトブログなんかしたり、あと、自転車での走行動画というのが多かったりするんですけれども、その時にですね、外部マイクは必須というふうに感じているんですよね。そのため、外部マイクが使えるかですとか、あと外部マイクを使いながら給電できるかですとかという項目があるんですけれども、それではまずですね、XTU Max Pro からですね、得点の方をつけていきたいと思うんですけれども、一つずつ言っていくとですね、結構な時間がかかってしまいますので、10代につけました得点の方はこのようになっております。いう感じでですね、こういう風になっているんですよね。内訳なんですけれども、簡単に言っていくとですね、点数の多い順、一番右側なんですけれども、7点、6点、5点、5点というような感じで点数ついてますけれども、こちら、上の方から4台
残そうというふうに考えていましたので、まず機種がですね XTU MAX Pro クロスツアー CT9500 進化版 E テクノロジー E4K XTU S3 と、ここまで残そうと思ったんですけれども、いやちょっと待てよと、比較的ですねお気に入りのですね XTU S6 の方はどうなんだということになりまして、こちらの方まで入れようということになりましたので5台になりました。じゃあ同じ得点の4ポイントを獲得しているサフォーラ SF530 Pro なんですけれども、内容の方、内訳ですね、得点の内訳を見ますと、4K の精細感がなかったりですとか、あと視野角が狭かったりするんですよね。それに対して S6 の方は、コンスタントにと言いますか、ポイントの方がですね、普通というような感じでコンスタントについておりますので、どちらの方が使いやすいかというふうに言われれば、やっぱり S6 の方が使いやすいというふうに感じましたので、同じポイントでもですねS6 の方を残すようにというふうに考えていたんですよね。でこの SF530 Pro もですね、内訳を見ますと外部マイク2ポイントついてるんですけども、でこれが意外といいんですよね。使ってみますとこれはちょっとポイント高いなと思いまして2ポイントつけたんですけれども、ノイズリダクション機能がついていたりですとか、リスニングと申しましょうか、実際にどのくらいの音で収録されるのかというようなものをですねイヤホンをつけて確認できたりですとか、そういうことができますので、ちょっと使えるんじゃないのかなと。で音質もですねそんなに悪くないというふうに思いましたので、ポイントの方は2ポイントつけていたんですよね。ただそれ以外はですね、先ほど言いました 4K の精細感ですとか視野角の方が0ポイントというような感じで、ちょっと偏りが見られますので、こちらの方は手放すことにいたしましたと。であとはですね S2 ですとか AC900X60 Pro A80 というような形で手放すことになったんですけれども、それに先立ってですね、このポイントで残す機種が分かった時点でですね、知り合いですとかにこのカメラ手放すんだけどなんか必要な使うものあるとかってあげるよというふうにお話ししましたら、一番ですね、人気があったのが SF530 Pro だったんですね。やっぱりですねワイヤレスマイクの方が面白そうだということで、私の動画なんかも見ていてくれたみたいで、そういう人たちだったものですから、中では SF530 Pro が人気で、引っ張りだこだったと、じゃんけんで決めていただきましてもうすでに手元ないんですけれども、最後までですね手元に残ったのが今現在手元にあるんですけれども XTU S2 ですね。こちらの方は熱暴走で止まってしまいますので、本当に冬マイナスまでいかないですけど、だいたい気温が5度以下でなんと4K 撮影でまともに撮れないんですよね。時期的に夏場とかになっちゃいますと 4K 撮影いたしますと、1分から5分ぐらいで熱暴走して強制停止で録画止まってしまいますので、そういう機種ですからちょっとカメラというのはですね映像でしたりを撮るものなんですけれども、それが撮れないと、カメラとしてどうなんだということで、こちらの方は残ってしまったんですよね。でもう一台ですね、実は手元の方に残そうと思いまして、中でエイプマンの A80、 こちらの方ですね、実は手放さないで残してあるんですけれども、というのはですね、以前にアクションカメラ以外での使い方というような動画の方をアップしたんですけれども、その中でお話ししておりました、現在車の中で撮影しておりますが、車の広報用のカメラとして、設置したんですよね。
、ドライブレコーダー代わりに広報用に使おうと。で、なぜこのカメラを残したかと言いますと、そこそこですね、4K での精細感でしたり、あと手ブレ補正をオフにいたしますと、まず画角も広いんですよね。でも内蔵マイクはあまり音声としては使えないんですけれども、で、外部マイクも使えないんですが、ただですね、ドライブレコーダーとしては、その辺は特に大きな問題にはならないかなというふうに思いまして、映像としてですね、記録に残すんであれば見やすい方がいいかなということで、精細感のある A80 を残しましたよと。で、先日ですね、エイプマン A80 の動画の方ですね、広報用のカメラとして使いました動画の方を確認しましたら、まずいい感じで映っていたんですよね。なので、これは正解だったかなというふうに思いましたね。ただ注意点としてはですね、こちらの方のカメラに内蔵バッテリーを取り付けた状態では使用しないようにしているんですね。なぜかと言いますと、そのまま使っていますとバッテリーが熱で膨らんでしまってですね、抜けなくなってしまったりですとか、あと最悪ですね、爆発、発火してしまいますので、こちらの方は内蔵バッテリーの方は使わないようにして、ドラレコとして使ってますね。で、ドラレコの方の設定にいたしますと、車のエンジンをかけますと自動的に電源が入って、あとは録画の方が自動で開始されると。で、SD カードの方も、すべて容量いっぱいまで撮影してしまった場合にでもですね、古い動画ファイルの方から上書きしていきますので、特にメディアがいっぱいになったから止まってしまうというようなこともなくですね、普通にドライブレコーダーとして使えそうだったので、採用したんですけれども、なかなか写りも良くてですね、お気に入りなんですよね。少々ちょっと面倒かなと思ったのは、作業をするときにですね、配線の方をリアの方まで引っ張っていくのがちょっと大変でしたけれども、それ以外はですね、サクサクっというような感じで取り付け配線できましたので、これはこれでいいかなと、こういうふうに使っていこうというふうに思いますね。で、その他は、SF530 Pro、AC900 進化版 X60 Pro に関しましては、もうすでに手元を離れてしまったんですけれども、S2 の方はですね、使わないんですけれども、と言いますか、冬に機会があったら使おうと思うんですけれども、クロスツアー CT9500、こちらのネイキッドフレームの方が使えるんですよね。そのままじゃちょっと使えないものですから、必要な部分をちょっとヤスリでちょこちょこと削りまして使えるようにするんですけれども、そのように加工いたしましたので、ネイキッドフレームをですね、CT9500 の方に使おうと思いますし、ただ S2 は誰もいらないということだったので、付属品をですね、CT9500 の方に使おうかなというふうに考えておりました。さあ、そういうようなですね、ポイント制で、手元に残すカメラの方というのを決めたんですけれども、これは購入する時にもですね、複数の選択候補があった場合にですね、同じようにポイント制でこれからはですね、ちょっと選んでいこうかなというふうに思っていたんですよね。今回は手放すためにポイントの方をつけましたけれども、購入する時にもですね、同じようにポイントの方をつけて、比較検討できるかなというふうに考えていたりするんですけれども、ということでですね、カメラの整理に関しましては今回の方で終了かなという感じになりました。ちょっとここからはですね、余談になるんですけれども、実はですね、ゴールデンウィーク明けすぐにですね、腰をやってしまいまして、ようやく最近なんですよね、動けるようになったのが。こうやって出歩けるようになったのがですね。で、さすがにちょっと自転車ですとか、原付のバイクの方に
またがってですね、走ってというのはちょっとまだ腰に響きそうなので、今は車の方での移動にしているんですけれども、その間ですね、動けないで暇だったものですから、なんかしようかなというふうに思いまして、座っている状態で何かできるものということで、以前から思っていたですね、カメラとワイヤレスマイクのレシーバーを接続する 3.5 ミリのコードなんですけれども、どちらもストレートのコードなんですよね。で、それでちょっと使いづらいな、どちらか片方 L 型の形のコードが欲しかったなというふうに考えておりまして、Amazon の方を探したりとかしていたんですけれども、いや、だったら自分で作っちゃえばいいじゃないというふうに思い直しましてそれで、そういうような作業をいたしまして、出来上がったのがこちらなんですね。こんな細々としたことをですね、いろいろとやっていたんですよね。で、他に何をしていたかと言いますのは、また後日ですね、お話の方をしようと思います。ちょっと今回はですね、今現在でどのぐらいだろう。20分ぐらい今まで収録しておりますので、くっちゃべっておりますので、そろそろですね、動画の方は終了したいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。